どうもありです。今回はなにわ砥石さんだけに絞った砥石のレビュー動画です。一応今回の動画というのは前回の動画の続きになってまして、そのなにわ砥石さんの工場潜入動画、それを見た上で今回の動画を見るとより理解が深まり楽しめると思いますので、ぜひね、まだ見てないよって方は先にね、ご覧いただけたらと思います。はい、それではやっていきましょう。まずはね、GC という砥石ですね。この砥石はね、もうアラトといえばって感じですよね。多く出回ってる商品です。で、今回の動画というのは本当にただひたすらに研ぎながら僕が感じたことをもうベラベラ喋る動画なので、独断と偏見ではありますが、音とかね、泥とかを見るだけでもやっぱ何かね、参考になることはあると思いますので、最後まで聞いていただけたらと思います。で、こちらの GC アラト、もうさっき言った通り、本当アラトといえばということで、もう定番中の定番です。柔らかめのビトリファイドのアラト石ですね。この砥石、スタートは遅いんですけど、こすってるとだんだん泥が出てきて、本当に研磨力が増していきます。本当に地金はかなりね、ゴリゴリ削れます。このね、仕上がり見てわかる通り、傷がね、しっかり入ってるのがわかると思います。傷はそれなりに深いですね。で、あとやっぱ気候が多いということで、研いでる間も乾いてくるので、適宜加水というのは必要です。で、これ今研いでるのが銀酸です。これはね、やっぱりステンってこともあって、白身に比べたらもちろん研ぎにくさは感じるんですが、泥が出だしてからはね、問題なくゴリゴリ削れます。で、次、粉末ハイスのスーパーゴールド。粉末ハイスってやっぱ硬くて滑りやすいんですよ。なんで銀酸と比べると若干滑る感覚というのはあります。あんまりね、研げてる感覚っていうのはしないです。個人的には相性がそんなに良くないかなって感じです。はい。でね、あとこれ、GC の220番なんですけど、僕知らなかったんですけど、この GC の46番とかあるみたいです。これはね、刃物用ではなくてコンクリートとか石材をね、削る作業に使用されることが多い商品みたいなんですけど、そんなね、46番という粗い番手もあるそうです。これね、今僕手元にないんですけど、買ったので、またね、ちょっと機会があれば紹介したいと思います。では次、焼結ダイヤ。ダイヤモンド格闘石135という商品です。これはまず大きさから紹介させてください。この焼結ダイヤってもともとは普通の砥石のサイズがあるんですよ。でも持ち運びしやすいようにということで小さいサイズも作ったみたいなんですね。それがこのサイズ、この厚みです。だから135っていう名前はこの 135mm だから135という名前から多分来てますよね。で、びっくりするのがこの重さ 163g、ほぼ iPhone です。もうほんと iPhone みたいな感じなのでポケットに入ります。これは本当にね、砥石を外に持ち運びたいって人からしたら神様のような存在ですね。もうヒーローです。これね、なにわさんの社員の方も言ってたんですけど、里帰りするときはこれを持って実家の包丁を研ぐらしいです。それが可能なのはやっぱりね、このサイズだからですよね。僕はカメラが趣味なんですけど、やっぱね、でかくて重いとそもそも外に連れてこうと思わないんですよ。なんか連れてく気がなくなるというか、砥石なんかほんと石なので一つだけでもえらい重いのに、仕上げ砥石を持ってこうとか、粗砥石を持ってこうとかってすると、もう持てない。でもこの焼結ダイヤというのは3つ持っても 500g いかないんです。もう軽い、本当にね、ほぼないみたいなもんですよね。ほんとペットボトル1本持った感覚で里帰りして人を喜ばせれるという素敵な商品です。この僕が販売してる砥石台とセットにして持っていけばもうバッチリですね。もう何にも怖くないです。もう本当に素晴らしい商品をありがとうございます。で、研ぎ感についてなんですが、これまず思った感想が、びっくりしましたっていうのは、研ぎ心地がね、良くないかなと思ったんですけど、かなりいいです。泥もね、見ての通りしっかり出てくれてますよね。で、やっぱダイヤってだけであって、かなり研磨力は高いです、本当に。刃こぼれとかすぐ治ります。で、焼結ダイヤと僕相性いいなと思うのは粉末ハイスですね。こちらスーパーゴールド2なんですけど、さっきのね GC と比べるとかなり研ぎやすいです。すごく噛み合ってくれて研げてる感覚がしっかりします。で、こちらちょっと特殊な鋼材で超光合金を使ってる奇跡という包丁なんですけど、これはね超光って普通の砥石じゃ絶対削れないんですよ。で、僕がこの超光に対して一番いいんじゃないかと思う砥石はもうこの焼結ダイヤです。電着ダイヤでもいいんですけど、焼結ダイヤの方が、焼結ダイヤの魅力ってこのなにわさんの焼結ダイヤって6000番まであるんですよ。やっぱそれが魅力です。6000番までの刃をつけれるってことなので、電着だとねせいぜい1400とかそんくらいなので、ぜひねこの包丁もそうだし粉末ハイスとか硬い包丁を持ってる方は焼結ダイヤでやると全然問題なく削れます。ほんとこれ使ってるとなんか刃こぼれだったりとか、刃をつけるってだけのね目的だったら世の中これだけでもいいんじゃないかなって思っちゃうぐらい万能です。包丁だったらの話ですよ。もう面も狂いにくいわ、水につける必要もないわ、長く持つわで、もうこだわらない人っていうのは本当これだけでいいんじゃないかってくらいもう強い砥石ですね、本当に。で、1個注意点というか、焼結ダイヤを購入す
する人っていうのは GC の砥石は必須アイテムだと思ってください。どういうことかっていうと、ダイヤの砥石ってその電着ダイヤと焼結ダイヤがあるんですけど、電着ダイヤは面が狂わないのでその面直しする必要ないんですけど、焼結ダイヤというのは使ってたら面が狂います。でそんな時の面直し、ドレッシングストーンとして使うのが GC です。これね、間違っても電着ダイヤでやらないようにしてください。もう本当に最悪なことになるので。あと他のね、修正砥石もいろいろあるんですけど、それらはね、あんまりうまく噛み合わないというか、やっぱ経験上 GC が一番いいので GC を使っていただけたらと思います。では次、赤エビ印混合砥石 C×3F 幅広 HE0000という商品です。これあまりメジャーじゃないです。初めて聞く人かなり多いと思います。僕も全くこれ知らなかったんですけど、最近視聴者の方におすすめされて、すごい激推しされて買ってみました。するともうびっくり、ほんとかなり良かったのでシェアさせてください。番手は600番のビト。何が魅力かって、その今の600番のビトっていうもの、これ自体あまり存在しないんですよ。それもだし、そのがっつりね、溶けてる感覚あるのに、仕上がりのこの傷の浅さ、これは素晴らしいなと思いました。やっぱ600番ってそれだけで希少価値あるのと、荒戸と中戸の間だから、400と1000の間ぐらいで使うとやっぱり効率いいです。後で紹介するね、超セラっていうのもあるんですけど、超セラの600もめっちゃいいです。この600とか800あたりっていうのはやっぱね、欲しいなって思います。でこの混合砥石 HE0000 っていうもの、これなんか名前つけてあげたいですね。この子っていうのはどの鋼材もしっかり溶けてくれる研磨力があります。で少し硬めで平面位置力もかなり高くて面が狂いにくいです。ほんとステン系もハイス系もね、滑らずに噛んでくれるような、そんな感覚があります。この状態ってやっぱすごくて、結構滑るものが多いんですよ。ほんと万能600番としては素晴らしい商品なので、ぜひおすすめしたい砥石です。ただ一つデメリットというか、ちょっと注意しなきゃいけないのが、その整地としては向いてないです。かなり濁る見た目になるので、その前の傷が消えたかどうかとか、エクボと言われるそのへこみが消えたかどうかの判断っていうのはかなりしづらいです。なのでエクボ消しとか成長しっかりしたいっていうのであれば、この後の超セラがおすすめです。ってことで超セラいきます。もうこの砥石は僕の動画でも何度も出てきてるので知ってる方は多いと思います。マグネシア製法の砥石です。ちなみに合剣新たって商品もあるんですけど、これは同じ質のものでサイズ違いです。でこの砥石の特徴は、その柔らかすぎず適度な硬さもあって、曇りにくく傷も浅いという点から、そのムラをなくしたりエクボをなくしたり、前の傷がちゃんと消えたかどうかの判断をする砥石として、ものすごいね、優秀な砥石です。僕は本当整地としてはよく使います。でこれ今研いでるのは超セラの400なんですけど、これが一番下なんですよ。僕の希望としては、もし可能ならこのシリーズでもっと粗い番手を出してほしいです。なんか220番とかね、そういうのを作れるのであれば商品化を希望します。はい。でこのシリーズ使用上の注意点としては、この砥石は泥出ししてから研いだ方が気持ちよく研げます。本焼きとかステン系はね、特に泥出ししないと滑るものは滑ってばかりで研げてる感覚しないものもあるので、ぜひ泥出ししてから研いでみてください。全く研ぎ感変わるので。でこちら紹介したいのがこの新た1万番ですね。これは超セラは5000までしかないんですけど、新たの薄い方、その厚みが薄い方の新たに関しては1万番があるんですよ。僕はこの1番結構使ってて、どういう時に使うかっていうと、裏押しです。裏押しでよく使います。人造砥石だったら今のところこの子で基本仕上げてます。裏押しはやっぱり平面が命なので、硬い砥石が望ましいのと、やっぱり削りすぎないような高番手の砥石で、滑りはせず、そのしっかり研げてくれる感覚、仕上がりもね、そのキラッと光ってくれる感じもすごい好きです。もうこちら見てわかる通り、裏押しって本当にもうちょっとあればいいんですよ。もう1ミリとか1ミリ満たないくらい、もうそんくらいでいいです。ただないのはダメですよ。0度の面っていうのは絶対必要です。やってはいけない研ぎ方としては立てることですね。これ結構見るのが、その帰りを取る時に立てる人がいるんです。それしちゃうと両刃になっちゃうのでもったいないです。もう絶対に立てないことと、さらにね、広げすぎないってことは注意してください。では次、スーパー砥石。こちらも有名ですね。僕の動画によく登場する合剣輝きというのもこれと同じ質のサイズ違いです。この砥石は樹脂で固めたレジノイド製法で、その中でも結構柔らかめ、結構クッション性のある砥石です。この砥石はとにかく光ります。ほんとその特徴はもうずば抜けて違います。顔が映るようなほんと鏡面みたいな仕上がりになります。僕はね、この5000番8000番の使用頻度がめっちゃ高くて、最後光らせたい時に使うのと、あと刃付けもですね、ぜひねこの砥石の切れ味を知ってほしいです。刃の付き方も他と比べてすごい滑らかです。僕これヌメヌメな切れ味って表現してるんですけど、ほんとヌメヌメって言いたくなるくらい、その音が小さく滑らかに切れます。でこの砥石っていうのは基本的にどの鋼材も研げます。どの鋼材も刃付けに向いてるので、ぜひねこの切れ味を味わってほしいなと思います。ただ1個ねデメリットというか、樹脂系の砥石にありがちなんですが、研ぎ心地っていう意味ではあんまり良くないです。その目詰まりしやすかったりとか、その切り返しの時にねつまずきやすかったりとか、僕はねこれ上級者向きかなって思ってます。その研ぎをね瞑想として研がれる方っていうのはあまりおすすめしないです。
ただいい刃はつきます。はい、では次ハンター。この砥石も今まで知らなくて今回なにわさんのカタログを見て初めて知りました。このねパッケージもここにね隠れエビがいるんですよ。これが可愛いんですよね。あとね僕ハンターハンターってアニメが大好きなんですけど、なんとなくねそれで買わなきゃって思いました。はい、で、どんな砥石かっていうと、こちらも樹脂で固めたレジノイド砥石です。結構柔らかめです。泥めっちゃ出ます。さっきのスーパー砥石よりは研ぎやすいです。でこの砥石どんな人に向いてるかっていうと、もう結論言うとナイフですね。キャンプ用のナイフ。本当にねナイフ用に作られたんだなと思います。これはね研いで分かりました。もうカタログのねデザイン見て分かる通り、完全にその人たちのために作ってますよね。そのナイフって結構その強めのハマグリなんですよ。そのハマグリ刃にされてることが多いんですけど、やっぱりその形状にしやすい砥石です。まあ柔らかくてかなりへこみやすいんですよ。だからその包丁をこれで研ぐってなった時にハマグリにしたいんだって人はいいです。ただできるだけフラットにしたい方はおすすめしないです。はい、でこちら仕上がりとしてはその旋盤にしては光沢のある仕上がりとなります。少しねこの鋼の部分がキラッて光る感じわかると思います。はい、あとね仕上がりのことで少し気になったのがこの張り気ですね。見えますかね。ちょっとこの傷がね地金に入りやすかったですね。前後の場合はあまり気にならないと思うんですけど、合わせ包丁を研ぐ方でこの張り気を気にする方いましたらちょっと注意した方がいいです。ほんとねこの張り気の正体って何でしょうね。知ってる人がいればぜひ教えてほしいんですけど、おそらくねその原因となる粒があって、それがね大事な役割があるのか、でもしねそれをなくしたら別の何か大事なものを失ってしまうのかってことが気になりますよね。であとこちらそのへこみやすさっていうのが際立ってました。やっぱりもう面直し当てて分かる通り一目瞭然ですよね。ほんと3分くらいしか研いでないんですけど、このような状態になりました。ほんと手で触ってもそのへこみがわかるくらいです。はい、では次ベース。この商品は少しねサイズの小さめな1000番と3000番、そして研ぎ台としても使えるケースのセット商品です。ターゲットはもう初心者で、なにわさんからもね初めて砥石を購入する際に最適と書いてます。で本当にそう書いてる通り、初心者にこれから研ぎ始めたいなって方にすごくいいなと思ったので紹介させてください。こちらの砥石はどちらもビトリファイド製法です。基本的にどの鋼材も研げるは研げるんですけど、ちょっと銀酸とか V 金、あとハイス系のね高硬度のステンレスはちょっと滑りやすいです。白とかの鋼の包丁、あとモリブデンとかの柔らかめのステンっていうのは気持ちよく研げてくれます。でこちら3000番もね僕のイメージ通りの細かさでやっぱり良かったですね。この3000っていうのが僕は魅力的だと思って、そのセット商品とかあと両面砥石とかっていうのは1000番6000番の組み合わせが多いんですよ。僕もね昔は初心者用としてそれを紹介してました。でもやっぱ1000、3000の方がいいよなっていうのはね少し前から思い始めてて、で今回見てあるじゃんって思って、だから試しに買ってみました。やっぱね思ったのが1000、3000いいですね。6000だと飛びすぎ感あるし、あと初心者の場合ねかえって刃が丸くなって切れなくなったりするんですよ。でも3000番だとある程度研磨力があって研げてくれるし、だからしっかりした刃がついてねやっぱ研げたっていう感覚、達成感だったり楽しさっていうのがあるので、その継続しやすいっていう意味でもすごくいいなと思いました。あと両面砥石じゃなくて1000番なら1000番、3000番なら3000番っていう個々であるのも魅力です。これは結構ねポイント高いです。理由は両面砥石を裏返した時って研いだ面を下にするわけじゃないですか。だから安定しづらくなったりとか、あとね砥石の寿命に差があったりとか、そういったことがあります。だから両面って一人二役でねいい面もあるんですけど、そういったデメリットもあります。ってことでね今回のこのベースっていう商品、特にね初心者の方はこちらから始めてみるのをおすすめします。では次ゴーケンプロ。これねもう大好き、もうほんと大好き。全人造砥石の中でその研ぎ心地部門の研ぎ心地だけで見るとほんと第1位ですね。本当に気持ちよくて白目向くくらいの気持ちよさです。しかも研ぎ心地だけじゃなくて性能も最高です。どんな砥石かっていうと、まず特徴としてあるのがサイズが他と比べて大きいことです。幅も広く高さもあります。で白鋼はもちろんのこと、青鋼とか高硬度のステンレス、 V 金とか銀酸とか、あとハイス系ですね R2 とか SG2 っていうのもしっかりと噛みついてくれる万能に研げる砥石です。結構ねその高硬度のステンで研ぎ悩んでる人多いと思うんですよ。そういった人にもねぜひ使ってほしいです。気持ちよく研げると思います。マグネシアの方がねステンは研げてくれるとか、今までねマグネシアしか使ったことない人多いと思うんですけど、その相性がいいのはその高硬度のものがしっかり研げてくれるビトリファイド、そっちの方がちゃんと研げてくれます。経験上ですけどそっちの方が相性いいなって思います。はい、であとこちら仕上がりの見た目ですね。これもかなり特徴的で珍しい仕上がりになります。こんな感じで地金が濃いグレーになるんですね。青黒いと言いますか、そんな感じの色になります。すごくかっこいいですよね。その傷もね深くなくて、そんなにその傷感は目立たなくてムラもできにくいので、すごい美しい仕上がりになりやすいです。
はい、ただねやっぱ一番押したいポイントは研ぎ心地ですね。もうこの音たまらないですね。では次、ハヤテ。これは今年の5月かな、販売されたばかりの新商品ですね。結論言うとそのターゲットは大工さんです。もう包丁よりもノミとかねカンナの大工道具にとても適してるという砥石です。だからといってその包丁には良くないってわけではなく、もちろん包丁にも使っていいんですけど、この砥石はすごく硬さのある砥石です。硬さもあって平面維持力、これがかなり高いです。別メーカーでシャプトンさんの刃の黒幕2000を研いだことある人はイメージしやすいと思うんですけど、研ぎ感としてはあれにかなり近いです。研磨力もそこそこありながらも平面維持力は高くで、傷もかなり浅いという状態です。であとね、見てわかる通り泥もねすごい出やすいのも特徴ですね。名前にねハイブリッド砥石と書いてあるんですけど、マグネシアだってわけではなく、その自社独自製法の組み合わせということで、確かにねその研いだらわかるんですけど、これはなんだって感じです。マグネシアレジノイドみたいな、そんな感じの砥石ですね。で、包丁研ぐ場合に関してその切り刃ももちろん研いでいいんですけど、個人的に思ったのはちょっと気を使うというか、上級者向け少し難しいかなと感じました。うまく研ぐには少しコツがいります。刃付けする際はすごい硬いからかもうピシッとした刃になるので、そういう刃が好みの方はぜひこれ使うといいと思います。この砥石は今2000番のみしかないということですが、今後もね増えていくのか展開が楽しみですよね。はい、あとこれ本当面直しした時に実感するんですけど、結構研いでもやっぱ減らない、全然減ってないことが分かります。その平面維持力の高さに気づかされました。これはすごいですね。平面維持力高いってことはそれだけ長く持つってことですから。はい、では次、青砥石。こちらも同じく2000番しかない砥石です。ごっついレジノイド砥石ですね。この砥石もね僕大好きなんですよね。これはね使った人ハマる人は絶対多いです。なんかねほんと良すぎて文句のつけどころがないというか、大きいからねちょっと減りやすいのかなと思うじゃないですか。そう思いきやそこまで減りやすいわけではない。だからサイズを半分にして半分の値段で出してほしいくらいです。はい、で、どんな砥石かっていうと、まず研ぎ心地。この研ぎ心地の良さというのは映像からも伝わるくらいめっちゃいいです。しかもステンレスもハイスコーも問題なく研げます。で好きになっちゃう人の多くはこの仕上がり方だと思います。この絶妙な硬さと泥の出やすさというのもあって、やっぱムラになりにくくて綺麗に仕上がります。2000番にしては結構ツヤが出て光りますね。傷を見てもその傷が浅くてなんか2000番以上の細かさを感じます。僕はね実用面に関して言うと、この切り刃はこれで終わらせることが本当多いです。食材切ってても強くこすらず張り付きすぎずちょうどいい状態になるんですよね。はい、あと似たような砥石で人造青砥というね別の商品もあるんですけど、この比較を簡単に言うと人造青砥はかなり柔らかいです。でかなり減りやすい。合剣輝きよりも柔らかさを感じます。ただその柔らかさが悪いってわけではなく、あれはあれでめっちゃ気に入ってよく使ってるんですよ。あれはあれの良さがあって仕上がりもあれにしかない良さがあります。これね気になる方はサブチャンネルの研ぎだけ動画の方で紹介してるのでぜひご覧ください。はい、では次、化学仕上げ砥石 A3 の2号。こちらはね仕上げ砥石としてすごい有名で、よく出回ってる商品ですよね。番手は4000番マグネシア砥石です。これと近い砥石は超セラですね。使ったことある人しかねイメージしづらいかもしれないんですけど、超セラを少し硬くしたバージョンみたいな、そんな感じです。砥石にね刃物を当てた時にカチッっていう感じがあります。で研いでみるとかなり滑走感よく研げてくれます。で僕が思ったのはその刃付けに関してですね、あと切り刃研ぐ時でもその鋼の方を研ぐ時っていうのはどの鋼材も炭素鋼ですら滑る感覚がありました。これ映像で分かりますかね、この滑ってる感じ。刃付けして帰りは微妙に出たので研げてるはずなんですけど、そのつるーっとね滑る感覚、そういった感じがあります。でもこの感覚は悪いってわけではなくて、むしろメリットでもあって、要は極薄の糸刃を作ることが可能です。もうよーく切れる刃になります。実際にね刃がついてるかの確認、切れ味の確認したんですけど、もうしっかりとバシバシのキレッキレの刃がついてました。なのでねその研磨力が弱いからこそのメリットっていうのはありますよね。はい、では次、こちら響き。これね前回の動画見ている人いたらかなりね興味持った人多いんじゃないでしょうか。この砥石はもう変なビトリファイド砥石です。この響きっていう名前はこの研いでる時の音、これがなんか響くような感じの音だからその名前を付けたそうです。で何が変かっていうと他と違いすぎるんですよ。特徴としてはほんと硬いっすね。硬くても平面維持力のかなり高いビトリファイド砥石です。でこの仕上がりも特徴で濁りにくいので、この表面の状態だとかその前の傷もね見やすいような状態になりますね。で研ぎ感とか研ぎやすさって面ではかなりね好み分かれると思います。ほんと上級者向けだと思ってて、多くの方はちょっと微妙な評価をするかもしれないですね。その硬さから切り刃は絶対ムラになりやすいので好みは結構分かれると思います。で他の鋼材と比べてですが銀酸とかねそういった高硬度のステンレス系っていうのはしっかり噛み合ってくれます。ちゃんと噛み合って研げてくれるんですけど、問題はハイス系ですね。スーパーゴールドとか R2 とか、これはね研げなくはないんですけど、硬いもの同士ってやっぱちょっと研ぎづらさを感じます。では次、赤門前。
これね、いい砥石ですね。これメジャーすぎてあまり出す人いないんですけど、もう包丁とものすごい相性のいい砥石だと思ってます。実際にね、周りの声も聞くと、なんだかんだこれが一番しっくりくるとか、もう一番好きって人は多いですね。特徴としては少し柔らかめのビトリファイド砥石です。あと気候が多いのがかなり水吸うので、研いでる最中も適宜加水が必要なのと、あと減りやすいので、わざとハマグリにしたい場合はもうあえてそれを利用すればいいんですけど、できるだけ平面を維持したいというのであれば、5分に一度とかその高頻度で面直しした方がいいですね。で、特に魅力に感じるのがステンレスやハイスに対しての研ぎやすさです。この映像からこのかかりの良さ伝わりますかね。すごく気持ちよく噛み合ってくれます。さすがにね、ZDP とかハップとかはちょっと硬すぎて、もうその時点で研ぎづらさはもちろん感じるんですが、その結構ステンレスに研ぎ悩んでる方はぜひね、使ってほしい砥石ですね。では次、合剣無双。ここから残りの砥石は合剣シリーズです。合剣4点セットっていうのがあって、荒波、無双、はやぶさ、富士というものがあります。今回紹介するのはその荒波以外の3つを紹介します。まずは無双から、こちらはビトリファイドの1000番です。どんな砥石かっていうと、さっき紹介した合剣プロにかなり似てます。要はもう最高ってことですね。仕上がりの見た目もやっぱりその合剣プロと似て、地金がちょっと黒っぽくなるような感じになります。ただね、なんだろうな、ちょっと優しく研がないとちょっと詰まるような、ちょっと目詰まりするような感覚はありました。だから肉抜き要因でがっつり力入れて研ぐよりも、ほんと化粧研ぎとか刃物の重さだけで研ぐような、そういった研ぎにすごい向いてるなと思いました。ほんと気持ちよく研げます。でかなり相性がいいなって思ったのはこのスーパーゴールドの粉末ハイスですね。もう研げてる感すごかったです。しっかりと帰りの出る感じがすごい気持ちよかったですね。では次、はやぶさ。こちらはレジノイドに変わります。レジノイドの4000番です。ただレジノイドなんですけど、これ本当にレジノイドかと思うくらい硬いです。この砥石、このはやぶさとこの次に出てくる富士というのはかなり硬めのレジノイドです。だいぶマグネシア感もあって、どっちなんだろうと思うくらい不思議な砥石です。だからさっき紹介したハヤテ、このハヤテに僕はね、かなり近いものを感じました。そのハヤテっていうシリーズがあったとしたら、ハヤテ4000番、ハヤテ8000番って感じでなってたとしても、違和感ないくらい、そんな似た感覚の研ぎ感でした。で特徴としてはやっぱりハヤテ同様、その仕上がりの傷の感じというのはすごい浅いですね。で研ぎ込めば光沢が出ます。でですね、1個いろんな鋼材試して研いでて気になったのが、銀酸だけね、なんか気持ちよく研げなかったんですよね。これちょっと不思議でした。累金はそこまでなんですよ。あとこの粉末ハイスもそこまでなんですよ。なんかね、銀酸だけ微妙な感じがしてね、面白いなと思いましたね。ちなみに次の富士もそうです。では富士いきますね。こちらも先ほど説明したようにかなり硬めのレジノイド砥石です。8000番にしては泥も出やすくてね、滑走感よく研げます。で研ぎ込むとかなりね、光沢が出てすごい光ります。この富士もはやぶさもそうなんですけど、硬さもあって平面維持力も高いということで、やっぱりネットの評価とかを見てみると、やはり大工道具ですねとの組み合わせはものすごいいいそうです。大工さんからすごい人気があると聞きました。でこちら銀酸、やはりはやぶさ同様、なんかいまいちな感じはありました。刃付けしてもやっぱスルーって滑る感じ、この感覚動画で伝わりますかね。それと比べてスーパーゴールドはまだいけるんですよ。これね、なぜなのかちょっと解明したいですね。その何がどうなってるからこうなってるのかっていうのはね、ちょっと知りたいですよね。はい、ということで砥石は以上です。でもおまけであと1点、最後これを紹介して終わります。こちらおめかし消しゴム、これすごく良かったのでおすすめしたい。結論を言うと、傷がとにかく浅い消しゴムです。消しゴムというのはちょっと変色して茶色くなったりとか、水垢汚れをきれいに瞬時に消すことができる商品です。これで包丁研いだ後切り刃をこすって見た目をねきれいに仕上げる人もいます。でこの消しゴムで有名なものだとサビトールって商品ですね。こちらと比べて、こちらの一番細かい細めよりも傷はつかないです。実際に実験しました。実験したところ、この下の部分がおめかし消しゴムで、上の部分がサビトール細め。映像ではね分かりづらいかもしれないんですが、明らかにサビトールの方が傷はあります。こすった感が出てます。粒度から見ても当たり前で、そのサビトールは320でおめかしは400なんですよ。なので粗さが違うんですね。で今のこのサビトールって商品っていうか消しゴムっていう商品は、僕も含めその調理師学校時代、当時の先生たちとか、調理教室には一つ一つあったし、先生も持ってる人やっぱ多かったんですね。すごい需要あります。でやっぱみんな使ってるのはサビトールの細めなんですね。サビトールが有名でおめかしを知らないから。サビトールはサビトールでものすごいいいです。やっぱりその研磨力は高いし、粗めも中めも細めもあるので、状態によって選べるし。ただほんとちょっとした変色とか、あまり傷つけたくないのであれ
ればやっぱおめかしはすごくいいです。用途としては包丁以外でもシンクのその周りとか蛇口とかねにも使えたりするので、やっぱ一つ持っておくとねすごい便利です。はい、ということで今回の動画は以上です。ここまで聞いていただきありがとうございました。本当どれも魅力的な個性のある砥石ばかりです。今回の動画を参考に砥石選びの役に立てたらなと思います。はい、で最後に何個かちょっと伝えたいことがあって、まずなにわさんの強みに関して、それは粒度の信頼感というか安心感ですね。前回の動画見てくれた人は分かると思うんですけど、そのなにわ砥石さんは検索砥石工業会ってねとこに所属してる以上、実規格に基づいてしっかり検査してその粒度に嘘のないものを作ってるとのことでしたよね。これはユーザーからしたらすごい安心感ありますよね。もちろんね他のメーカーもしっかりやってると思います。でもやっぱ間違いないという意味ではそのなにわさんはすごいこれは強いですよね。これは例えば人で言うと資格を持ってるかどうかみたいな話ですよね。料理する人の調理師免許を持ってるか持ってないかみたいな。料理って別に資格がなくてもできますが、やっぱ同じ料理を出されてもその資格持ってる人に出されるのと持ってない人に出されるのとでは食べる側からしたらその感覚って変わりますよね。ちょっと衛生管理大丈夫かなとか、やっぱそこの安心感、その安心感っていうのはすごい大事だと思います。はい、で話変わって前回の動画でね、ぜひみんなも砥石をレビューしてみんなでいい砥石を作りましょうっていう話をしたんですけど、包丁の鋼材とその砥石との相性を評価するときに注意点があります。それは合わせ包丁の切り刃を研ぐ場合、何が言いたいかっていうとほぼ地金の面なんですよ。だから何の知識もなくただ無意識に砥石に当てて研いでるとその地金との評価になっちゃうんですね。当たり前ですけどその鋼と地金っていうのは全く別物です。地金はよく折れる、よく研げるけど鋼は全然滑るとかそういったものはもうかなりあります。実際にこちら音聞いてほしいんですけど、これが今地金を研いでる音です。で次こちら同じ切り刃を研いでても刃先側、鋼側を研いでる音です。全く違いますよね。だから全鋼本焼きを研ぐ場合は問題ないんですけど、合わせ包丁、霞包丁を研ぐ場合というのは評価の仕方に注意が必要なんですね。しかもややこしいのが包丁の場合は研ぐ面がその刃先、刃付けの時の研ぎと切り刃の研ぎの2面あるというか2つの考え方があるので、刃付けの時はどうなのか、切り刃を研いだ時はどうなのか、どこを研ぐかによってどこに意識を持って研ぐかによって評価は変わります。つまり結論として鋼材の相性を見たかったら刃付けをしてください。刃付けかもしくはその切り刃を研いでも刃先側に集中して研ぐとか、そういったことをしてちゃんと鋼の相性を見てほしいです。でもまたここで大事なのが鋼だけじゃなくてやっぱり地金の評価もしてほしいんですよ。地金との相性、地金の傷の入りやすさ、その地金のねダマスカスの模様の出方とか、曇りやすいか光りやすいかとか、そういった情報もやっぱりありがたいので、ぜひねその辺も書いていただけたらと思います。でね、その合わせ包丁のことで最近の気づきなんですけど、よくステンレスって研ぎにくいって言われてるじゃないですか。もちろんね鋼材自体の研ぎにくさも多少はあるんですけど、別に砥石の相性さえ良かったらもう大したことないんですよ。普通に研げます。でも問題はステンレスの地金部分なんです。ステンレスって鋼の軟鉄と比べて地金がめっちゃ硬いんですね。だから切り刃を研いだ時に研ぎにくさもあったりとか、時にめっちゃ時間かかります。これはね僕が銘切りをしだしてから確信したことなんですけど、銘切りっていうのは平の部分、要は地金の部分ですね。そこにタガネを入れて掘るじゃないですか。その時にやっぱ軟鉄とそのステンの地金と比べた時にもうステンの地金を入れた時の入りにくさ、これには衝撃を受けました。硬すぎてもうすんごい硬いです。こんな硬いのみたいな、入りづら、全然入んないじゃんみたいな。その力が伝わるように掘らないとちゃんと掘れないです。だからステンって研ぎづらいんだってもう確信しましたね。なのでね、何が言いたいかっていうと、そのステンレスが研ぎにくいって言われてる大きな影響っていうのはやっぱりその地金の硬い部分です。もちろんね鋼材自体の硬さもありますよ。でも地金の存在もすごい大きいので、こういったね知識も知っておいてほしいなと思います。はい、ということで今回の動画は終わろうと思います。なにわさん本当にお世話になりました。素晴らしい砥石の数々をね世の中に出してくれてありがとうございます。今後の展開も楽しみにしております。はい、でね嬉しいことにチャンネル登録者がもうすぐ10万人いきそうなんですけども、10万人いって銀の盾を得た暁にはYouTube ライブを、初のね YouTube ライブをしようと思います。ぜひ遊びに来てください。では終わります。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。